ようこそ、坂本龍馬でござる。今日はな、リモートワーク時代の夜明け、古い慣習をぶっ壊す度胸について、本音で切っていこうと思うちょります。覚悟はええかのう。まずい言うがよいか。そもそも、毎日決まった時間に、人がぎゅうぎゅうの箱に押し込まれて、同じ場所へ通うことが当たり前になっちゅう時点で、わしから見たらだいぶ不思議焼き。江戸時代なら、参勤交代で大名行列が年に一度ぞ。ところが今は、毎朝毎夕、全国民が小さな大名行列をやり有用なもんじゃ。ご苦労なことですなと、つい拝みたくなるがよ。それでいて、顔を合わせんと仕事にならん。席に座っちゅう時間が、おまんの価値やというお偉い方がおる。御社あら、まだ年貢の取り立てでもやり言うつもりか。わしからしたら、これは働き方やのうて、現代版のお城詣でござる。白に顔を出して、殿の機嫌を損ねんようにするのが仕事。中身より形式が大事。そんなもん、幕末にとっくに終わらせたはずやのにな。今の世は、道は百も千も万もある。船でやるか、馬でやるか、歩いていくか。それぞれに合うやり方を選べばええのに、出社という一本橋しか認めんというのは、ただの怠慢じゃ。考えるのが面倒なだけじゃき。数字を見ると、世の中ではリモートで働き言う人は、全体の2割もおらんと言われ言う。つまり8割は、未だに毎日城へ通わされ言うわけじゃ。しかも、その多くが、本当は家でもできるのに、書類と版を押すためだけに出てき言う。これを無駄と言わずして、なんと言うがやろうの。わしが不思議なのは、技術が揃っちゅうのに、度胸が全然足りんということじゃ。わしの頃は、船も大砲もたらんかった。それでも、海援隊を作って、見たこともない洋式船を動かして、新しい国の形を夢見て走り回った。今の恩白はどうぜよ。道具はすでにある。神もいらん。遠くの者ともすぐに話せる。なのに、前例がない。評価の仕方がわからんとか言うて、うだうだしちゅう。要するに、失敗した時に自分が責められとうないだけじゃろう。リモートワークいうのは、ただ家で働くことじゃない。働き方の権限を会社から人に戻す試みじゃと、わしは思うちゅう。どこで働くか、いつ集中できるか、自分の暮らしとどう折り合いをつけるか、本来、それは個々人が決めることじゃき。ところが今の世では、朝9時から夕方まで、この建物の中でが一括りになっちょる。これは、江戸時代のおまんはこの身分、この家、この土地から出るなと大して変わらん縛りじゃ。わしは土佐を脱藩した時、おまんは裏切り者じゃとよう言われた。藩を抜けるというのは、今で言えば大企業を辞めて、保証も肩書きも捨てて、よくわからん新しい働き方に飛び込むようなもんじゃろう。けんどの、その恐怖を超えない限り、新しい景色は見えんがよ。今の恩師らも、毎日会社へかにゃならんという思い込みから、一度、心だけでも脱藩してみいや。そうすると、見える世界が変わるき。企業の中には、うちはもうリモートをやめます。出社を原則に戻しますと、胸を張るところもあるそうじゃが、わしから見たら、それはうちの藩は、これからも、鎖国で行きますと宣言し、有用なもんじゃ。短い間は、それで持つかもしれん。しかし、優れた人材から順番に出ていくき。そのうち、あれ、誰ものコットランが焼きと慌てることになるろう。人は、便利さのためだけに新しい仕組みを求めるわけやない。自分が選べるという感覚が欲しいがじゃ。出社するか、家でやるか、別の場所でやるか。家庭の事情、体調、集中のリズム、いろいろあるろう。道は百も千も万もある言うたのは、そのためじゃ。なのに、全員週3日は必ず出社などと、また一律の決まりを作りたがる。御社ら、そんなに人を一列に並べん時がすまんのか。もちろん全ての仕事が家でできるとは言わん。医者もおれば、大工もおる。工場での作業や現場の保守もある。そういう業種で、家からやれは無茶じゃき。けんどな、本当に現場におらない人まで、形だけの会議のために一度オフィスに寄らせて、それから現場に向かわせる。これが現代版の無駄な参勤交代じゃと言い言うがよ。
やらんで苦労をさせて、これが仕事というものだと言い張る。そりゃ、若い者もやめていくわの。わしが思うに、一番古臭いのは、働き方やのうて、人をどう信じるかという考え方じゃ。リモートを嫌がるとの様方の本音は、家でサボるんじゃないか、目が届かんと不安だ、というところにある。つまり、人は基本サボるものと思い、根住。そんなに自分の部下を信用できんのなら、御社の采配か、人を見る目が悪いだけじゃ。船を任せられん乗組員ばかり集めておいて、海は危ないという手航海を嫌がり有用なもんじゃき。逆に言うと、人を信じられん上司にとっては、毎日机を並べさせることが一番楽なとうちの道じゃ。顔色を見て、空気を読ませて、同じ時間を共有させる。それで管理できたつもりになれる。しかしそれは支配のやり方であって、共に働くやり方ではないがよ。リモートワークは、この嘘を白日のもとにさらす。人を結果で見るか、姿勢で見るか、どっちを選ぶかがはっきりするき。わしなら、こう考える。リモートワークは、働き方版の体制奉還じゃと。権力を幕府から朝廷に返したように、働き方の決定権を会社から個々人に返す。会社は、この国をどうしたいかぐらいを示せばよい。あとは、その志に共鳴する者が、それぞれのやり方で力を尽くせばいいだけじゃ。全部を管理しようとするから、息が詰まるがよ。それでも、急に全部変えるのは怖いというなら、開演大式でやったらええ。つまり、小さく試して、良きものを広げていく。部署ごとにやり方を変えてみる。週の一部をリモートにする。成果の測り方を工夫してみる。失敗したら、ああ、このやり方は合わんかったかと笑って次に行けばええ。それを一度決めたからには形を守らねば面目が立たんと意地を張るき、全部が重たくなるがよ。働く一人一人に言いたいのは、御師、自分の働き方をちゃんと自分の言葉で語れるかということじゃ。なんとなくみんなそうしちゅうから会社が決めたからではなく、自分はどう働きたいか、何を大事にしたいか、それがないままでは、どれだけ制度が変わろうと、ただ振り回されるだけじゃ。脱藩もリモートも、自分の足で立つ覚悟がなければ、ただの環境の違いでしかないき。企業に言いたいのは一つだけじゃ。人を便利に使いたいのか、人と共に新しい国を作りたいのか。前者なら、出社を義務にして、時間で縛ればよろしい。だが、後者を望むなら、どこで働こうが、おまんの価値は変わらん、と腹をくくってやることじゃ。その代わり、働き方の自由と引き換えに、結果への責任を共に負うていく。そこに、本当の信頼が生まれるき。日本を今一度、選択いたし、申すという他が、洗うべきは建物ではなく、こうでなければならんと凝り固まった頭じゃ。リモートワークは、その潜在の一つに過ぎん。大事なのは、働くとは、クラスとは、何ぞやと問い直すことじゃろう。城に通うために生きゆうのか、家賃を払うためだけに生きゆうのか、それとも自分の志のために働き、そのために暮らしを整えるのか。リモートワーク時代の夜明けは、もうとっくに空が白み始め中。けんど、その光を見ようとせん人間にはいつまでも真っ暗のままに見える。わしは幕末の夜明けをこの目で見た。一番危ないのは変化そのものやのうて、変わりきれんまま古いものにしがみつく時間が長引くことじゃと骨身に染み中。世の人は我を何とも言わば言え。我がなすことは我の溝知る。御師たちも自分の働き方ぐらい自分で決めてよかろうが、出社するもよし、家で働くもよし、官を取るもよし。ただ一つ、本当はこうしたいと思う心に嘘をつかんごとじゃ。それが古い慣習をぶっ壊す一番の度胸ぜよ。さあ、今日も日本を今一度選択し妄想やないか。働き方から脳、